こんにちは。私はこれまで、いくつかのリンク機構を紹介してきましたが、今回また面白いリンク機構を視聴者さんに教えてもらいました。それがこちらです。鉄拳リンク機構。調べてみた感じ、川崎ロボット競技大会というロボットバトルの大会にて、使用できるロボットの足構造がルールで決められており、この鉄拳リンク機構の派生を用いることが多いみたいです。では、このリンク機構の特徴を見ていきましょう。先端につけた赤い玉の軌跡を表示します。こんな感じです。見てわかる通り、綺麗な半円を描く4節リンク機構になっていますね。ちなみにこのリンク機構は、矢印の部分がそれぞれ同じ長さになっています。そして、この時と、この時の姿勢が特異姿勢となります。特異姿勢とは、その姿勢の時、自由度が増加または減少する姿勢のことです。例えばこの姿勢になった時、さっきとは違って、こういう風に動くことも可能になりますよね。まあつまり、不安定となる姿勢があるよってことです。なので実際には、この比率を微妙に変えて作ることが多いみたいです。手前の青い方が、比率を微妙に変えたバージョンです。一見同じに見えますが、青い方は、リンクが一直線上になる姿勢がなく、より滑らかになります。でも今日は、せっかくなので赤い方を使います。さらに、リンク機構は、工夫次第で色々実現できます。例えばこれは、さっきの鉄拳リンクの一部をスコットラッセル機構に変更して、同じ半円を描いています。このようにして色々工夫して、ロボットバトル用のロボットを作っていくわけですが、ここは物理エンジン上なので、全無視で都合の良いように作ります。さて、綺麗な半円を描くということは、先端にこの形をしたパーツを取り付けると、どうでしょう、部分的に車輪が回っているかのようになりますよね。一つだと部分的なので、3つ組み合わせると、とてもかっこいいです。真横から見てみます。さっきは部分的でしたが、下部に注目すると、常に車輪のようになりましたね。これで大会のルールに従いつつ、移動できそうな足ができました。というわけで、作りました。鉄拳リンク足を持つ移動ロボットです。私が乗っている車体が大きく上下に揺れることなく安定して動いています。なんだか楽しくなっちゃいました。おっと。どうですか？足が複雑でガチャガチャしててめっちゃかっこよく見えますよね。リンク機構、かっこいい名前がついていることが多くて、魅力的です。というより、かっこいい名前の人が多いですね。私が考案した場合、工事機構、ダサい。